責任者を辞めさせなければ、このまま全体が沈むわよ。これ以上失態は許されないんだから。激しい雨音を背景に、地方の小さな営業拠点は怒号で満ちていた。その中心に立たされているのは、美人で有名な営業チームのリーダー。いつもなら、どんな案件でもまとめ上げてきたはずの彼女が、今回の豪雨による物流停止の責任者として追及されていた。本当は予定通りに搬入できたんです。想定外の集中豪雨が重なって。想定外なんて言い訳が通用すると思ってるの？リスク管理が甘いのよ。まるで、ここぞとばかりに彼女を引きずり下ろすような非難が次々と浴びせられる。濁流で寸断された輸送ルート。届かない緊急物資。このままでは人命にまで悪影響が及ぶかもしれない。だからって、彼女を辞めさせるなんて。黙ってて。部長、営業チームごと見直すべきです。そうしないと、同じ失敗を繰り返すことになります。誰もが騒然とする中、彼女の目には追い詰められた表情が浮かんでいる。かろうじて擁護する声もあるが、圧倒的に多いのは、クビにしろという厳しい意見だった。もういい加減にしろ。気づけば、俺の声が、荒れた空気を断ち切っていた。何人かが、あんた誰だよ、という視線を向けてくる。確かに、俺は左遷されてこの拠点にやってきたばかりだ。けれど、今は関係ない。徹底的にルートを分析すれば、まだ物資を届ける方法はある。現在の雨量から計算すると、タブレットを操作しながら、俺は知っている限りの情報と数式を総動員して、奇跡を起こす方法を探し始めた。何言ってるのという空気はまだ残っていた。けれど、彼女は違う。彼女だけは今の俺に最後の望みをかけてくれるような眼差しだった。こうして自分でも思いがけない形で助け舟を出したこの瞬間が俺と彼女、そしてこの地方の拠点の運命を大きく変える始まりになるなんて誰も想像していなかったはずだ。俺、白い帝が身を置くグローバル感動ロジスティクスは世界的な物流企業だ。あらゆる輸送手段を駆使し、効率的な物流網を世界中に張り巡らせている。俺は、その心臓部とも言える最適化アルゴリズムの開発チームに所属していた。開発チームはボストン支社を拠点としている。俺が今取り組んでいるのは、西海岸からヨーロッパへの海上輸送ルートの最適化プログラムだ。天候データ、海流の動き、燃料効率、各港の混雑状況、そして世界情勢までを変数として組み込んだアルゴリズムを作っている。俺が作業をしていると同僚がやってきた。昨日のミーティングの資料読んだ？ああ、読んだよ。問題点が3つある。彼らの提案している北大西洋ルートが下記の気象パターンを考慮していないこと。航行速度と燃料消費の逆相関関係を線形モデルで禁じしている点で、これは明らかに誤差を生む。そして、目線をモニターから離さず答える俺に、同僚の表情が徐々に固まっていくのが視界の端に映った。すまん。また難しい話をしてたな。ああ、いや、そうだ。チーム会議10時からだよ。遅れないようにな。同僚は苦笑いを浮かべながら去っていった。こういうやりとりは日常茶飯事だった。俺の頭の中では、あらゆる変数が踊り、無数の可能性が枝分かれしている。が、それを言葉にすると、なぜか伝わらない。正確に伝えようとするほど、逆に周囲との距離が広がっていく。何か違うアプローチがあるのかもしれないが、どうすればいいのかわからなかった。10時になり、会議室に向かった。プロジェクトリーダーが先週の進捗報告を求め、各自が簡潔に状況を説明していく。俺の番になると、会議室の空気が一瞬固まったのが分かった。白井、先週のアルゴリズム改良は進んだ？はい、3段階に分けて実装しています。第1段階として、ベイズ推定を用いた天候変動への適応モデルを構築し、第2段階では非線形最適化による燃料消費と速度の最適バランスを導出します。第3段階では、俺の説明に周囲の顔に浮かぶ困惑の色が濃くなっていく。素晴らしい。詳細は後でレポートを読ませてもらうよ。プロジェクトリーダーは明るく言った。が、これは暗にもう話さなくていいというサインだと俺は理解していた。会議後、チームの誰かが、
俺のレポートを翻訳し、彼らなりに理解できる形に落とし込むのだろう。そうされると重要な部分が抜け落ちてしまう。これまでそういうことが何度かあった。けど、俺は何も言わなかった。会議後、俺は黙々とアルゴリズムの精度を高め続けた。そのうち、きっと俺の理論の素晴らしさが伝わるはず。そして、会社の役に立てるはず。そう思いながら、俺はますます数字の世界に没頭していった。数日後、本部長のオフィスに呼び出された。本社から連絡があった。君を日本に戻してほしいとのことだ。理由は？俺は不安を隠すように淡々と尋ねた。君の技術力は誰もが認めている。だが、チームワークの面で課題があるという指摘がある。日本本社では、君の才能をより活かせる環境があるそうだ。俺は動揺を隠せなかった。確かに周囲との意思疎通はスムーズではなかったが、それは複雑な理論を説明する難しさのせいだと思っていた。もっと努力すべきだったのだろうか。そうして1週間後、俺は日本行きの飛行機に乗っていた。十数時間のフライト中、今までのことを振り返っていた。もう少しわかりやすく説明できていたら。けれど、日本に戻れば言葉の壁はなくなる。きっとうまくいくはずだ。そうして、日本に戻って2ヶ月が経過した。本社の大きなガラス窓から見下ろす景色は、ボストンとはまた違った都市の息吹を感じさせる。しかし、俺が会社で感じていた空気は、残念ながら同じだった。白井さん、この資料を部長に提出してもらえますか？ああ、わかった。資料を手に取りながら、俺はちらりと中身を確認する。瞬時に問題点が頭に浮かんだ。これ、アジア太平洋ルートの数値予測が間違ってるぞ。この成長率だと、来年度は 12.3% 増じゃなくて、8.7% 増が妥当だ。気象変動の影響係数が過小評価されている。資料を渡してきた同僚の表情が曇る。白井さん、これはもう役員会で承認された数字です。今更変えられません。事実が間違っているのに、承認されたからって放置するのか？それを言うなら、会議の時に指摘すべきだったんじゃないですか？確かに、俺は先週の会議で説明していた。しかし、いつものように、専門用語を並べ立てたために、誰も本質を理解してくれなかったのだ。自分なりに一生懸命伝えたつもりだったのに。まあいいよ。俺が部長に説明しておく。同僚は苦々しい表情を浮かべて席に戻った。俺は午後の部長との面談に向かった。しかし、さっき同僚に言ったことを部長に話しても、部長も理解してくれなかった。白井くん、君の理論は確かに素晴らしい。だが、チームで動いている以上、みんなが理解できる形で提案しなければ意味がないんだよ。でも部長、このまま進めれば確実に損失が出ます。会社のためを思って言っているんです。君の熱意はよくわかる。だが、数字だけが全てではない。ビジネスには人間関係も重要なんだ。でも事実は、もういい。君には関東の最適化プロジェクトに参加してもらう予定だったが、考え直さなければならないかもしれないな。部長は疲れたように手を振った。帰れという合図だろう。俺はしぶしぶ部長室を後にした。それから1週間後、俺は本社の人事部に呼び出された。白井さん、桜支店に移動してください。人事部の中年の女性は表情を崩さずに告げた。俺の頭の中で警報が鳴った。桜支店のある場所は本社から遠く離れた地方都市だ。これは左遷ですか？ポジティブな移動です。あなたの能力を地方の現場で発揮してほしいのです。彼女は平然と言った。翌日、俺は本社の同僚たちと最後の挨拶を交わしていた。表面上は笑顔で送り出してくれるが、その裏にある、やっと静かになるという安堵感は明らかだった。新幹線の窓から見える景色が徐々に都会から郊外へ、そして豊かな自然へと変わっていく。俺のスマートフォンには桜支店の概要が表示されていた。年間取扱量は本社の100分の1以下。社員数はわずか30名ほど。それでも不思議と絶望感はなかった。むしろどこか期待している自分がいる。もしかしたら小さな視点なら俺の理論をもっと直接的に活かせるかもしれない。規模は小さくても会社の役に立てるなら、新しい環境で
また一から頑張るか。俺はそうつぶやきながら、次第に迫ってくる山々を見つめていた。桜支店に到着した俺を迎えたのは、春の陽光のような笑顔を浮かべた女性だった。白井くん、いらっしゃい。私は菊池一花。営業兼チームリーダーを務めているわ。どうぞよろしく。スーツ姿の彼女は、凛とした佇まいと、同時に柔らかな雰囲気を持ち合わせていた。上品にゆった黒髪、透き通るような白い肌、そして、まっすぐに見つめてくる澄んだ瞳。その美しさに、思わず言葉を詰まらせそうになる。白井帝です。よろしくお願いします。俺は少し緊張しながら名刺を差し出した。さあ、まずは支店内を案内するわね。菊池さんは軽やかな足取りで先を歩き、俺は小さな荷物を持ったまま後に続いた。支店内は予想以上に活気に満ちていた。わずか30名ほどの社員たちが限られたスペースで効率よく働いている。彼らは菊池さんを見かけると笑顔で挨拶を交わす。そして俺に対しても好奇心に満ちた視線を向けてきた。一通りの案内を終え、彼女は俺を小さな応接室に招き入れた。お疲れ様。お茶をどうぞ。彼女は丁寧に急須からお茶を継ぎ、俺に差し出した。ありがとう。白井くんは本社から来たのよね。だいぶ違う環境だと思うけど、ここはとても素晴らしい場所なのよ。彼女の声には温かさがあった。ここは菊池さんの地元なんですか？え、生まれも育ちもここよ。なぜグローバル感動ロジスティクスに？それは少し長い話になるけど、聞いてもらえる？俺は黙ってうなずいた。私が高校生だった頃、この地域を大きな台風が襲ったの。道路が寸断され、多くの集落が孤立した。当時、私の祖父は山間部の小さな集落に住んでいて、持病の薬が切れかかっていた。医療チームは懸命に活動していたけど、物資が足りず、さらに道路も寸断されていて、菊池さんの表情が少し曇った。そんな時、グローバル感動ロジスティクスの方々が危険を顧みず、小型トラックで山道を駆け上がり、必要な物資を届けてくれたの。そのおかげで、祖父だけでなく、多くの命が救われた。その時、物流の仕事がどれほど重要か、そして、人の命や暮らしを支える仕事だということを痛感したの。それで就職したんですか？ええ。大学を卒業後、迷わずこの会社を選んだわ。最初は、東京本社で研修を受けたけど、3年前に故郷のこの支店に異動願いを出したの。なぜ？菊池さんはまっすぐ俺の目を見つめた。ここは過疎化が進んでいる。若い人たちは都会に出て行き、高齢者が増えているわ。でも、だからこそ物流の重要性は高まっているの。買い物に行けない方々への配送サービス。地元の特産品を全国に届ける流通網。私はこの町と、ここに住む人たちを守りたい。あの日、祖父が救われたように、誰かの命や笑顔を支える存在でありたいの。俺は言葉を失った。彼女の瞳に映る決意の強さに、どう答えればいいのかわからなかった。菊池さんは立ち上がって、窓の外に広がる街並みを指さした。あそこに見える山々の向こうまでが、私たちの担当エリア。小さな視点かもしれないけれど、担っている役割は大きいのよ。俺は少し慌てて立ち上がり、彼女の横に立った。街並みを取り囲む緑豊かな山々。ボストンとも本社とも全く違う景色が広がっていた。頑張ります。思わず口から出た言葉に自分でも驚いた。ありがとう。一緒にこの街を支えましょう。菊池さんは満面の笑みを浮かべた。その笑顔の眩しさに、俺は一瞬目を細めて、ただうなずくことしかできなかった。桜支店に移動して1週間が過ぎた。俺は小さなデスクで、この支店の物流データを分析していた。本社やボストンと比べると規模は小さいが、意外なほど複雑なパターンがある。山間部への配送ルート、季節による交通状況の変化、地域特有の気象条件、興味深いデータが山ほどあった。白井くん、お疲れ様。菊池さんが笑顔でコーヒーを差し出してくれた。彼女はいつも気配りが細やかだ。ありがとう、菊池さん。どう？データは役立ってる？ええ、とても。特に山岳部への配送ルートに関する過去のログが
参考になります。よかった。何か必要なことがあったら遠慮なく言ってね。菊池さんがそう言ったところで、支店の入り口のドアが開き、商店街組合の黒岩会長が慌ただしく入ってきた。いちかちゃん、お願いがあるんだけど。黒岩さん、どうしたの？菊池さんは即座に立ち上がった。明日の朝一に使う特設テントが届かなくてね。納品業者がトラブルで。わかったわ。近隣支店の在庫を確認して、明日の朝までになんとかする。本当かい。ありがとう。いつも助かるよ。いちかちゃんに頼めば何でも解決するって、商店街のみんなが言ってるよ。黒岩会長はそう言って、菊池さんの両手を握った。その目は信頼と感謝に満ちていた。彼が帰った後、菊池さんが電話で手配を始めると、近くの席にいた女性社員が小さくため息をついた。馬場美。菊池さんと同じ営業部門で働いている同僚だ。馬場さんは小声で隣の女性社員に話しかけた。まただね。いちかちゃんなんて呼ばれて、みんなに頼られて、まるで聖女様ね。でも確かに仕事はできるよね。そりゃそうよ。美人だし頭いいし、地元だから人脈もあるし。でもああいうタイプって近づきにくいのよね。完璧すぎて。二人の会話を聞いていた別の男性社員も小さな声で加わった。確かに菊池さんは頼りになるけど、一緒に飲みに行っても気を使うんだよな。いつも仕事の話ばかりで。俺はその会話を聞きながら支店内を見回した。社員たちは菊池さんと適度な距離を保っている。彼女に敬意は払うものの、親しく話しかける人はほとんどいないようだった。ふと菊池さんが馬場さんたちを見ていることに気づいた。彼女は一瞬だけ寂しそうな表情を見せたが、すぐに普段の笑顔に戻り、仕事を再開した。俺は資料を持って菊池さんのデスクに向かった。菊池さん、このデータを見てもらえますか？もちろん。彼女は明るく答えた。しかし、その笑顔の奥に何か疲れたものを感じた。さっきの、俺は言いよどんでしまった。どう声をかけたらいいのかわからなかった。大丈夫よ。気にしないで。慣れてるから。彼女は少し自重気味に笑った。俺は彼女の表面的な明るさの下に孤独が隠れていることを感じた。桜支店に来てから1ヶ月が過ぎた頃、俺はようやく支店の物流データの全体像を把握し始めていた。データから見える非効率さは明らかだった。このままでは小さな支店の菊池さんたちは必要以上に苦労することになる。よし。思い切って立ち上がり、菊池さんのデスクに向かった。彼女は顧客との電話を終えたところだった。菊池さん、少しお時間いただけますか？ええ、もちろん。何かあったの？彼女は柔らかな笑顔で答えた。提案があるんです。この支店の物流効率について。そう。それじゃあ、応接室で話しましょうか。菊池さんは立ち上がり、小さな応接室へと俺を案内した。窓から差し込む午後の陽光が応接室のテーブルを優しく照らしていた。菊池さんは紅茶を2人分注ぎ、俺の前に置いた。それでどんな提案？データを分析していて気づいたんです。この支店は素晴らしい仕事をしていますが、改善の余地がたくさんあると。俺はタブレットを取り出し、準備してきた資料を表示した。そこには複雑なグラフと数式が並んでいた。配送ルートの最適化アルゴリズムを用いると、現状のパターンから大幅な改善が見込めます。具体的には、山間部への配送順列を変更し、午前中のルートを都市部集中型に切り替えることで、第一フェーズの時間帯に都市部の集約配送を完了させ、午後からは効率的な放射状パターンで山間部へ向かうことが可能になります。この方式によって燃料消費は 17%、作業時間は27% 削減できると試算しています。さらに、配送の時間枠を細分化することで、お客様の待機時間も減らせると考えています。タブレットをスクロールしながら、複雑な公式と最適化理論を説明していく。アメリカの本社で開発したモデルをもとに、桜支店用にカスタマイズしたものだ。これまでのデータをすべて分析し、理論上の完璧な解を導き出した自信作だった。しかし、彼女の眉間にはうっすらとシワが寄っていた。なるほど。白井くん、
とても素晴らしい理論ね。でもこの理論、現場を知らないで立てたものよね。その言葉に一瞬戸惑った。いえ、過去3年分のデータをすべて分析しました。統計的に優位な結果です。数字上はそうかもしれないわ。でも、この地域には、数字だけでは測れない要素がたくさんあるの。菊池さんは立ち上がり、窓の外を指さした。あの山間部には、高齢者だけの世帯が点在しているわ。朝一番の配達は、安否確認も兼ねているの。それを午後に回すと、何かあった時の対応が遅れる可能性があるのよ。それに、この地域の道路状況は、季節や天候でかなり変わるわ。春の雪解け時期は、山道が通行困難になる場所もあるし、夏は、観光客で特定のルートが混雑するの。そういった変数は、過去データだけでは読み取れないでしょ？それらは統計的な変動として処理済みです。異常値は除外して。それが、そもそも問題なのよ。菊池さんは、俺の言葉を切るように言った。あなたが異常値と呼ぶものが、この地域では日常なの。机上の空論で片付けられないリアルが、ここにはあるのよ。いいえ、これは理論に基づいた最適解です。世界中で実証されている方法論を用いて。ここは、日本の地方都市よ、白井くん。ボストンでも東京でもない。同じやり方が通じると思わないで。菊池さんの言葉は、冷たくはなかったが、真の強さを感じた。応接室内の空気が張り詰める。効率化を拒む理由が見当たりません。感情論ではなく、数字で語るべきです。私は、感情で話しているんじゃない。10年この地域で働いてきた経験と、事実に基づいて話しているのよ。あなたは、この町に来て1ヶ月。私はここで生まれ育った。顧客一人一人の顔も、家族構成も、生活リズムも知っている。配送というのは、単なる物の移動じゃない。人と人をつなぐ営みなの。だからといって非効率でいい理由にはなりません。この計画なら、もっと多くの人により早くサービスを提供できるんです。それは、サービスの質を犠牲にしてでも？菊池さんの問いかけに一瞬言葉に詰まった。効率と質は両立します。そう思いたいのはわかるわ。でも、数式には入らない変数がここにはあるの。応接室には重い沈黙が流れた。俺たちの視線がぶつかり合う。俺は深いため息をついた。ボストンでも本社でも、そして今ここでも、どうして誰も自分の理論を理解してくれないんだ。こんなにも明確な数字があるのに。思わずつぶやいた言葉だったが、菊池さんの耳にも届いていたようだった。彼女は少し驚いたような、そして何かを悟ったような表情を浮かべた。今まで誰も、あなたの欠点を指摘しようとする人はいなかったのね。欠点。俺は思わず声を上げた。菊池さんはテーブルに置かれたタブレットを手に取り、画面を見つめた。白井くん、明日一緒に配送ルートの下見に行かない？私にできるのは、この街の生きた情報をあなたに見せることだけ。あとは、あなたの目で見て、あなたの頭脳で判断して。俺は一瞬ためらった。自分の理論が間違っている可能性を認めることは、プライドが許さなかった。とにかく、付き合ってくれない？彼女の瞳には確かな自信があった。今まで俺が出会ってきた人々とは違うと感じた。その瞳に押されて、渋々といった調子で返事をした。わかりました。でも、実際に見ても俺の理論が正しいと証明されたら、すぐに実装してもらえますよ。もちろん。菊池さんは微笑んだ。明日の朝7時、支店前に来てくれる？最初の配送に同行するわ。わかりました。7時に。菊池さんは満足げにうなずいた。朝7時、約束通り支店の前で菊池さんを待っていた俺は、彼女が運転する小型配送車に乗り込んだ。今日は、私のルートの一部を体験してもらうわ。最初は都市部の配送ポイント。その後、山間部に向かうわ。俺はタブレットを取り出して、昨日作成した最適ルートの地図を表示した。データ上では、都市部を集中的に回った後、山間部に行くのが効率的です。総走行距離が約12キロ短縮できる計算になっています。理論上はそうかもしれないわね。菊池さんは特に反論せず、最初の配送先である小さなスーパーマーケットに車を止めた。これから何軒かの店舗に配送するわ。まずは見ていてね。
彼女は手際よく荷物を下ろし、店の奥まで運んでいった。荷物を置いていくだけでなく、店主と短い会話を交わしている。どうやら、情報交換の場にもなっているようだった。次の数件も同様だった。菊池さんは、顧客一人一人に気さくに話しかけ、中には、彼女の顔を見るなり、表情を明るくする高齢の店主もいた。都市部の配送が終わると、車は山へと向かった。車は山の中腹にある小さな集落に到着した。予定よりかなり早く着いたように見えた。5分ほど待ちましょう。なぜですか？先に配達してしまえば効率的ですよ。松本さんはこの時間、裏庭で野菜の収穫をしているの。インターホンを押しても気づかないわ。そう言って、菊池さんは時計を見ながら待った。確かに5分後、庭から戻ってきた老婦人が彼女を見つけると、満面の笑みを浮かべた。いちかちゃん、いつも時間通りね。助かるわ。おはようございます、松本さん。今日はお孫さんは来てないの？ええ、今週末に来る予定よ。二人の世間話を聞きながら、俺はだんだん理解してきていた。これは単なる配送ではない。地域住民の生活リズムに合わせたサービスだった。次の数件も同様だった。ある家では薬の配達を頼まれ、別の家では先週注文した特別な食材が届いているかどうかの確認があった。菊池さんはそれらすべてにスムーズに対応していた。昼近くになって彼女は峠を越えて隣の谷に向かった。道はさらに狭くなり、ところどころで U ターンを強いられるほどだった。俺は地図を見て愕然とした。このルートは明らかに非効率だった。谷を一周するのではなく、直接対岸に配送するべきだ。菊池さん、なぜこんな遠回りを？この谷を横断する橋を渡れば、走行距離は半分以下になります。鷹の橋のことね。確かにあるわ。でも、車が山道の狭い場所で止まった。眼下には深い谷が広がり、かなり離れた場所に小さな橋が見えた。あれが鷹の橋よ。地図には立派に載っているけど、実際は幅が狭くて、大きな車は通れないの。それに急勾配で、雨の日は滑りやすくて危険なのよ。俺は言葉を失った。確かに、地図上では立派な橋だったが、実物は細い一本道に過ぎなかった。それに、この谷を時計回りに回ると、全部の集落を効率よく回れるの。往復する必要がなくなるわ。菊池さんの説明は理にかなっていた。俺のルートプランでは、谷を横断して直線的に移動することで時間を短縮するはずだった。現実は、地図やデータには反映されていない要素だらけだった。次々と明らかになる現地の事情に、俺は自分のプランが現実離れしていたことを認めざるを得なかった。大丈夫？急に静かになったわね。菊池さんの声に、俺は我に返った。菊池さん、俺は間違っていました。単なる机上の計算だけではダメなんですね。現場を知らなければ本当の最適化はできない。そうね。彼女はあっさりと同意し、俺は思わず苦笑してしまった。でも白井くん、私はあなたの才能を否定しているわけじゃないのよ。現場を知れば、あなたのすごい頭脳は役に立つ。むしろ、私一人では思いつかないようなアイデアを生み出せると思う。菊池さんは真剣な表情で言った。本当にそう思いますか？ええ。あなたのような人が現場を理解した上で理論を構築してくれれば、私たちの仕事はもっと良くなるはずよ。その言葉に、俺は少し希望を感じた。菊池さん、一つお願いがあります。もう少し現場に同行させてください。まだ見ていない配送ルートもありますし、できれば各季節の特性も知りたいです。もちろんよ。でもその代わり、条件があるわ。条件。敬語をやめてちょうだい。それから呼び方も。いちかでいいわ。私も、ミカドって呼ぶから。そう言って、菊池さんはくすりと笑った。俺は思わず顔をあからめた。今日一日で自分の中の何かが変わり始めたのを感じていた。理論と現場、数式と人間、両方を理解することで自分にしかできない貢献ができるかもしれない。そんな可能性が疲れた体に新たな活力を与えていた。窓から差し込む初夏の陽光がオフィスの床に明るい四角形を描いていた。ミカド！俺の名前を呼ぶ声に
データ分析に没頭していた俺は顔を上げた。いちかが小走りで俺のデスクに向かってくるのが見えた。その顔には興奮と緊張が入り混じっていた。どうしたそんな顔して。いちかは息を切らせながら俺の椅子の横に立ち、小さな声で話し始めた。県立桜病院からの大型契約、取れたわ。その言葉に俺の目が見開いた。県立桜病院との契約は、この支店にとって長年の悲願だった。地域最大の医療機関であり、その物流を一手に引き受けることは、支店の安定と信頼につながる。しかし、大手の競合他社がこれまで独占してきた。本当か？どうやって？病院側が現状の物流システムに不満を持っていたの。特に、緊急対応の配送が遅いことと、地域の事情に詳しくないスタッフが多いことが問題だったみたい。それで、私たちの地域密着型のサービスを提案したの。特に、緊急医療品の配送では、あなたが開発したリアルタイム最適ルート選定システムを紹介したわ。あのシステムか。先月、完成させたばかりの、気象条件や交通状況をリアルタイムで分析し、最短ルートを導き出すシステムだ。現場の知識と数理モデルを組み合わせた。俺といちかの共同成果とも言えるものだった。院長先生が特に興味を示したのよ。数学的根拠に基づいた配送計画と地域への深い理解が両立しているって高く評価してくれたわ。契約は来月から。緊急医療品の24時間配送体制、非常時の優先対応、そして地域の診療所とのネットワーク構築まで含めた包括契約よ。すごいな、いちか。俺は心から感嘆した。彼女の営業力と交渉力は本物だった。でも、これからが大変なの。今までにない規模の契約だし、何より人命に関わるサービスよ。絶対に失敗できない。いちかは少し表情を引き締めた。俺は立ち上がり、いちかの肩に手を置いた。任せてくれ。システムの方は万全にする。緊急時の配送ルートも複数パターン用意して、あらゆる状況に対応できるようにしておく。ありがとう、ミカド。いちかの目には感謝と信頼の色が浮かんでいた。病院との契約が決まってから、支店内の雰囲気が微妙に変わり始めていること、俺は感じていた。いちかが外出中の昼休み、俺は休憩室でコーヒーを入れていた。奥のテーブルでは、馬場さんを含む数人の社員が小さな声で話し込んでいる。また菊池さんの手柄になったわね。馬場さんの声には明らかな不満が込められていた。ほんとよね。これで支店長からの評価もますます上がるんでしょ。でもよく考えたら当然じゃない？あの美貌があれば、病院の偉い先生たちだって惚れちゃうでしょ。コーヒーカップを持つ俺の手に力が入った。心臓の鼓動が速くなるのを感じる。俺は思わず振り返った。話聞こえてるぞ。静かだが、はっきりとした声で言うと、テーブルの会話が一斉に止まった。馬場さんたちの表情が凍りついた。市川美人だから契約が取れた？冗談じゃない。県立病院の契約は、彼女が築いた信頼関係の結果だ。地域の医療事情を徹底的に調査し、病院側の本当のニーズを理解したからこそ実現したんだ。馬場さんが何か言い返そうとしたが、俺は続けた。彼女は毎日、誰よりも早く来て、誰よりも遅く帰る。休日だって、顧客のために動いている。そんな姿見てないのか？それに、彼女は本気で地域のことを考えてる。単なる売上目標じゃなく、この街をより良くしたいという気持ちで仕事をしている。そういう熱意が、病院側にも伝わったんだよ。馬場さんが立ち上がり、声を荒げた。そんなに彼女のことかばって、あなたも何か得してるんじゃないの？もしかして特別な関係だったり。その言葉に、俺の中で何かが切れた。俺が一華をサポートしているのは、彼女の仕事に価値があると思うからだ。その価値がわからないなら、お前たちの方こそ、この仕事に向いてないんじゃないか。なんですって？馬場さんが一歩前に出た瞬間、休憩室のドアが開いた。そこに立っていたのは一華だった。何をしているの？一華の静かな声が室内に広がった。馬場さんは一華を見るとすぐに視線をそらした。ミカド、ついてきて。一華は短く言うとドアの外へ出た。俺は迷わず彼女の後に続いた。
廊下の人気のない一角まで来ると、一花は立ち止まり、俺の方を向いた。全部聞こえてたわ。ドアの外から。一花は疲れたように微笑んだ。あなたは不器用ね。こんなことで会社の立場を悪くしたら、本社に戻れなくなるかもしれないわよ。その言葉に、俺は少し腹が立った。不器用？それがどうした？一花を守れないなら、不器用で構わない。思わず出た言葉に、一花の目が少し大きく開いた。一花は誰よりも真剣に仕事と向き合っている。地域のことを考え、会社のために努力している。それなのに、陰で悪く言われるなんて我慢できない。俺の言葉に、一花の表情が柔らかくなった。ありがとう、ミカド。でも、私のために会社での居場所をなくしてほしくないの。あなたはここで必要とされている人なのよ。俺にとって必要なのは、一花と一緒に働けることだ。その言葉を口にした瞬間、一花の方が薄く染まるのが見えた。もう、本当に不器用ね。でも、その不器用さが、あなたの魅力なのかもしれないわ。彼女は小さく笑い、俺の腕に軽く触れた。一花。さ、戻りましょう。仕事が待ってるわ。廊下を歩きながら、俺たちの間には、新しい絆が生まれたように感じた。支店の窓から見える空は、鉛色の雲が低く垂れ込めていた。雨音が激しさを増し、ガラス窓を激しく叩きつけている。雨は昨日からずっと降り続き、一時も止む気配を見せなかった。俺は無意識のうちに眉間にシワを寄せて、タブレットに表示されている天気予報を確認した。このまま降り続けるという予測だった。菊池さん、白井くん、至急応接室に来てくれ。桜病院の院長がテレビ会議で待ってる。一花と俺は顔を見合わせ、すぐに応接室へ向かった。大きなモニターには、疲労と緊張で顔を引き締めた病院長の姿が映し出されていた。背後では、医師や看護師たちが慌ただしく行き交っている。交通事故で運ばれてきた患者がいます。大量出血を伴う多発外傷で、緊急手術が必要な状態です。院長の言葉に、応接室の空気が一気に張り詰めた。しかし、今回の集中豪雨の影響で、当院の血液製剤の在庫が不足しているんです。特に B 型 RH- の血液パックが足りない。東側からの定期配送が昨夜の土砂崩れで止まってしまった。必要なのは血液製剤だけですか？一花が冷静に尋ねた。いいえ、止血剤のトラポリンと特殊な血管補修剤も必要です。これらは通常、県中央病院から取り寄せるのですが、主要道路がすべて遮断されています。南側の国道は冠水、東の県道は土砂崩れ、西回りも橋が通行止めになっている。北からの山道も崩落があったと連絡が入りました。俺はタブレットを手に取り、地図アプリを開いた。確かに、病院に通じるすべての主要道路が赤く表示されている。ヘリコプターは支店長が発言した。前期、県北道の水害救助に出動中です。戻ってくるのは早くても3時間後。院長の言葉に応接室が沈黙に包まれた。あと1時間以内に必要な物資が届かなければ手術を始められません。お願いします。あなた方は物流のプロフェッショナルでしょう。どうか知恵を貸してください。俺は一花を見た。彼女の瞳には決意の色が浮かんでいた。必ず届けます。必要な物資の正確なリスト、重量、保管場所をすぐに送ってください。一花の声は静かだが、揺るぎない確信に満ちていた。院長は希望の光を見出したように目を見開いた。すぐに送ります。お願いします。この患者の命はあなた方の手にかかっています。テレビ会議の画面が消えると、応接室に重い沈黙が流れた。窓の外では、雨が激しさを増し、遠くで雷が鳴り響いている。支店長はハンカチを取り出し、額の汗を拭いながら一花を見た。菊池くん、あんなこと言って本当にできるのか？この緊急配送が成功しなければ、今後の医療物流契約を失うばかりか、万が一の時には会社責任を追及されかねない。先月やっと獲得した県立病院の契約だ。本社も大きな期待を寄せている。この契約がなくなれば、支店の存続にも関わるんだぞ。支店長の声には恐怖が滲んでいた。一花はまっすぐに支店長を見つめた。その瞳に迷いはなかった。
やってみせます。一花はそう言うと、応接室を出て、オフィスに戻り、社員全員を集めた。状況を説明するわ。県立桜病院で、緊急手術が必要な患者さんがいるの。大量出血を伴う多発外傷で、血液製剤と特殊な止血剤が不足している。これらを1時間以内に届けなければ、患者さんの命が危険な状況よ。問題は、主要道路がすべて遮断されている点。南側は河川の氾濫で冠水。東側の山道は土砂崩れ。西回りの幹線道路も数箇所で崩落。北からの山道も通行止めになっているわ。一花は冷静に説明を続けた。社員たちからざわめきが起こった。馬場さんが声を上げる。それって完全に包囲されているってこと？陸路は全滅？そうね。通常の経路はすべて使えない状況よ。一花の言葉にオフィス内の緊張が一気に高まった。じゃあどうやって届けるっていうの？ヘリは出払っているって言ってたわよね。大きな川があって橋は冠水？山道は崩落？これって絶対無理じゃない。馬場さんの声が次第に大きくなり、その不安が周りの社員たちにも伝染していくようだった。そうよ。どう考えても無理だわ。全ルート封鎖ってこんなの初めてよ。悲観的な声が次々と上がり、オフィス内はパニックに近い状態になりつつあった。みんな静かに。パニックになっても何も解決しないわ。今必要なのは冷静さよ。一花の声が騒然としたオフィスに響き渡った。しかし、社員たちの動揺は収まらなかった。冷静になれって言われても。どうやって届けろって言うの？こんなの不可能よ。声が交錯し、部屋の空気は緊迫を増した。支店長は窓際に立ち、雨に打たれるガラスを見つめながら頭を抱えていた。菊池さん、今回の混乱はあなたのスケジュール管理がずさんだったせいでしょ？馬場さんの冷たい声が騒然としたオフィスに響いた。全員の視線が馬場さんに集まった。彼女は腕を組み、一花を上から下まで見渡すように見た。こんな大雨は予報でも分かっていたはず。あなたは営業チームリーダーとしてリスク管理を徹底するべきだったのよ。緊急時の物資輸送計画も代替ルートの確保もあなたの責任範囲じゃないの？それは、一花が言葉を返そうとしたとき、別の女性社員が割り込んだ。そうよ。菊池さんはいつも完璧にこなしているって評判だけど、今回はどうしたの？災害時の配送マニュアルはどうなってるの？策定したのはあなたでしょ？次々と厳しい言葉が投げかけられる。一花はまっすぐに立ち、その言葉を黙って受け止めていた。馬場さんは支店長を見た。支店長、何らかの処分は必要なんじゃないですか？菊池さんを免職して営業チームの体制を見直すべきです。そうじゃないと今後も同じ失敗を繰り返すことになります。支店長は窓から身を離し、困惑と疲労の表情で社員たちを見回した。そして、ゆっくりと一花の方を見た。その目には迷いがあった。そうだな。確かに、責任の所在を明確にする必要がある。その言葉に、周囲からもざわめきが起こり、非難の目が増えていく。一花の顔から血の気が引いていくのが分かった。彼女の指先がかすかに震えている。もういい加減にしろ。俺の声が荒れた支店内に響き渡った。全員が俺の方を振り向く。今は患者の命が危ないんだ。それより大事な議論があるか？馬場さんが何か言い返そうとしたが、俺はもう聞く耳を持たなかった。俺はタブレットを大きなモニターに接続し、キーボードを叩き始めた。画面には次々と地図、気象データ、地形図が表示される。全ルート分析すれば、まだ届ける方法がある。現在の雨量から計算すると、南側の県道は完全に冠水しているが、谷筋の細い道は水位が低い可能性がある。過去のパターンから、東側の旧林道は無事の可能性 96%。旧林道！支店長が驚いた声を上げた。ええ、30年前に使われていた林業用の道です。現在の地図には載っていませんが、航空写真と地形データを解析すると、その痕跡がまだ残っています。俺は画面をズームし、古い林道の跡を示した。けど、その道も途中で川に突き当たるぞ。現在の水位なら渡れない。社員たちからため息が漏れた。しかし、
俺はまだ諦めていなかった。川沿いに100メートル下ると、水量が分散する地点がある。そこなら、小舟で渡ることが可能だ。漁師の倉庫に保管されている小型ボートを使えば、そこから先は北側の集落に抜けられる。ここなら、地元のバイク便と連携できる。山岳地帯でも通行可能な小型バイクだ。地元の宅配業者が持っている。俺の分析は止まらなかった。気象データ、地形図、道路情報、そして地元の情報が頭の中で一つの階に向かって収束していく。最後は病院の裏手にある緊急用階段から医療スタッフに手渡す。物量の総重量と保冷条件を考慮すると、この専用キャリーケースを使用すれば安全に輸送できる。ケースはショック吸収剤で内装され、最大2時間の温度維持が可能だ。すべて計算すると、所要時間は42分。安全マージンを取って、50分で到着可能。俺は最後のキーを叩き、完成した経路を大きなスクリーンに表示した。複雑に入り組んだルートが、病院までの道筋を示している。支店内は完全に静まり返っていた。全員が唖然とした表情で俺を見つめていた。なんでそんなことができるんだ？数分でこんな複雑なルートを。支店長が震える声で尋ねた。その時、入り口近くにいた中年の男性社員がつぶやいた。待てよ、白井帝。この名前どこかで。彼はスマートフォンの画面を何度かタップし、目を見開いた。やっぱり、白井さんあなた、10年前の国際数学オリンピックの金メダリストじゃないですか。その言葉に支店内が凍りついた。全員の視線が一斉に俺に向けられた。男性社員はスマートフォンを掲げながら興奮気味に言った。間違いありません。私の息子が数学オリンピックを目指していて、過去の優勝者をよく調べているんです。当時18歳で日本代表として出場し、見事金メダルを獲得。その後、アメリカの大学に特別招待され、さらに最年少で博士号を取得し、ボストンで複雑系アルゴリズムの開発プロジェクトを率いた天才数学者。これがあなたですよね。男性社員が見せた画面には、10年前の新聞記事とともに、若い頃の俺の写真が写っていた。支店内にざわめきが広がった。一花は数秒間呆然としていたが、すぐに我に返り、俺の方へ一歩踏み出した。帝、本当なの？俺は少し居心地悪そうに肩をすくめた。まあ、でも昔のことだよ。社員たちからは尊敬と驚きの入り混じった目で見られていた。これまでと明らかに異なる視線だった。一花だけは違った。彼女はしばらく考え込むような表情をしていたが、やがて小さく笑った。さあみんな、白井くんの経歴はともかく、今は彼の計画を実行に移しましょう。でも、いくつか現場の視点で補足が必要よ。彼女は俺の横に立ち、地図を指さした。まず、旧林道の入り口だけど、地元の人は鷹の巣道と呼んでるわ。案内板も何もないから、松の大木が2本並んでいる地点から左に入るの。この時期、入り口は笹が茂っていて見えにくいわ。そして川沿いに下るとき、急斜面があるから気をつけて。雨で滑りやすくなってるはず。ロープと長靴を用意していきなさい。一花は次々と的確な指示を出していった。社員たちは一花の指示に従って素早く動き始めた。彼女は続ける。病院の裏口だけど、普段は使われていないから鍵がかかっているはず。病院に事前に連絡して待機してもらって。連絡は一般回線が混雑している可能性があるから、地域防災無線も利用しましょう。黒岩会長に頼めば許可をもらえるわ。さあ、時間がないわよ。みんな、各自の役割に従って行動して。一花の声に、社員たちは一斉に動き出した。混乱していた視点は、今や一つの目標に向かって、動く有機体のようだった。そして配送が始まった。支店に残った俺と一花は、作戦の進行状況を見守っていた。社員たちからの無線報告が次々と入ってくる。旧林道を確保しました。小舟準備完了。バイク便待機位置についてます。一花は無線機を握りしめ、的確な指示を続けた。第一チーム、川の水位に注意して。第二チーム、物資の受け渡しポイントを再確認して。俺はタブレットで最新の気象データをチェックしながら、リアルタイムでルートを微調整していた。一花、南側の支流の水位が上昇している。
第2チームに迂回を指示してくれ。一花は即座に無線機を取り、指示を伝えた。俺たちの息はぴったりと合っていた。窓の外では雨がまだ激しく降り続けていたが、支店内の空気は一変していた。先ほどまでの避難の声は消え、全員が一丸となって任務に集中していた。物資、無事に小舟に積み込み完了。俺は時計を見た。発進から27分が経過していた。まだ余裕はあるが、予期せぬ事態に備えて心の準備をしていた。無線から緊迫した声が響いた。問題発生。バイク便の予定ルートで小規模な土砂崩れが起きています。一花が即座に無線機を手に取った。どの地点？状況を詳しく。三差路から500メートルほど先です。幅10メートルほどの土砂が道を塞いでいます。人は通れますが、バイクでは。一花は俺を見た。俺はすでにタブレットを操作し、代替ルートを探し始めていた。三差路から北側に狭い農道がある。そこを通れば迂回できる。計算上5分の遅れで済む。俺たちは一瞬見つめ合った。一花はうなずいた。北側の農道へ迂回して。草が生い茂っているけど、通行は可能なはず。了解しました。無線からの返事に、支店内にいた全員がほっと息をついた。俺は時計を見た。発進から35分が経過していた。あと25分。俺は小声でつぶやいた。計算上はまだ余裕があるはずだが、内心では緊張していた。それから12分後。物資病院に到着。職員用入り口で受け取りました。すぐに手術を始めるようです。無線からの報告に、支店内から歓声が上がった。その時、一花はこらえていたらしい涙をついに流した。両手で顔を覆い、肩を震わせる彼女を、社員たちが優しく囲んだ。菊池さん、本当にありがとう。あなたの指示がなかったら、絶対に間に合わなかった。先ほどまで彼女を非難していた社員たちが、今は感謝の言葉を口にしていた。支店長が一歩前に出て声を上げた。今日の出来事は本社にも報告する。菊池さんの責任問題なんてこれっぽっちもない。彼女のリーダーシップで支店の危機を救ったんだ。むしろ称賛されるべき成果だ。支店長は一花の肩に手を置いた。一花は深く頭を下げた。ありがとうございます。でも、これは私一人の力ではありません。白井くんの計算力と皆さんの協力があってこそです。俺は少し照れながらも、一花の言葉に心が温かくなるのを感じた。支店内が祝福ムードに包まれる中、馬場さんが静かに人書きを書き分け、一花の前に立った。馬場さんの顔は紅潮し、目は涙で潤んでいた。菊池さん、私、あなたに謝りたいの。あなたをずっと妬んでいたわ。完璧で美しくて、仕事もできて、地元の人たちからも慕われて、そんなあなたを見るたびに自分の至らなさを痛感して、一花は少し驚いたような顔をしたが、静かに馬場さんの言葉を待った。馬場さんは声を詰まらせながらも言葉を紡ぎ続けた。だから、あなたの足を引っ張るようなことを言ったり、陰口を叩いたり、特に今日は最低な態度をとってしまって、本当に申し訳ありませんでした。馬場さんは深く頭を下げた。その肩が小刻みに震えている。誰もが固唾を飲んで見守る中、一花はゆっくりと馬場さんに近づいた。顔を上げて、馬場さん。私こそ、あなたに謝らなくちゃいけない。一花の言葉に顔を上げた馬場さんだけでなく、周囲の社員たちも驚いた表情を浮かべた。私は自分の仕事にプライドを持ちすぎて、チームとして動くことの大切さを忘れていたわ。あなたには素晴らしい才能がある。データの整理の正確さは誰にも負けないし、クライアントへの気配りも繊細で、そういうあなたの良さをきちんと認めてこなかった私も悪かったの。一花は馬場さんの両手をそっと取った。これからはもっとチームとして働きましょう。馬場さんには今まで通り私の足りないところを指摘してほしい。あなたの視点で見えることがたくさんあるはずだから。馬場さんの方を涙が伝った。彼女はぎこちない動きで一花に近づき、突然抱きついた。ごめんなさい。本当にごめんなさい。馬場さんのすすり泣く声が支店内に響いた。一花は優しく彼女の背中をさすりながら言った。もういいの。これからよ。一緒に頑張りましょう。一花がそう言うと、周囲から自然と拍手が湧き起こった。その時、
支店の電話が鳴った。緊張した空気が一瞬にして戻り、支店長が急いで受話器を取った。はい、グローバル感動ロジスティクス桜支店です。はい、そうですか。いいえ、私たちは当然のことをしただけです。はい、ありがとうございます。電話を切って、社員たちを見回した支店長の表情には、晴れやかさが戻っていた。手術は成功したそうだ。院長先生から心からの感謝の言葉をいただいた。あなた方のおかげで命が救われたと。安堵のため息と大きな拍手が支店内に広がった。何人かは互いの肩を叩き合って喜びを分かち合っていた。一花は一歩離れたところに立つ俺を見つけ、微笑みながら小さくうなずいた。窓の外では長い間降り続いていた雨が上がり始め、遠くの山々に夕日の光が差し込んでいた。その優しい光が支店内の人々の表情を温かく照らしていた。数日後の午後、桜支店の仕事は平常に戻っていた。緊急医療物資の配送の成功は地元の新聞にも小さく取り上げられ、支店内に新しい自信と団結をもたらしていた。俺は自分のデスクで山間部の配送ルート最適化の新しいアルゴリズムに取り組んでいた。季節ごとの気象条件や観光客の流入パターンを変数として組み込んだモデルは従来よりも 15%、効率的に配送できることを示していた。白井くん、ちょっといいかな。支店長が声をかけてきた。俺は計算を中断し顔を上げた。どうしました？本社の人事部から連絡があってね。君に直接話があるそうだ。応接室で電話を待ってくれるかい？なんだろうと思いながらも、俺はうなずいて立ち上がった。応接室に入ると、テーブルの上にはすでに電話が置かれていた。時間通りになった電話を取る。はい、白井です。白井くん、先日の緊急医療物資の配送見事だったよ。支店長から詳細な報告を受けた。君の数理モデルが決め手だったと聞いている。ありがとうございます。でもあれは、菊池さんをはじめ、支店全員の協力があったからこそです。人事部長は少し笑った。謙虚だな。いいことだ。それで本題だが、君に本社への復帰を打診したい。俺は一瞬言葉を失った。復帰ですか？正確には昇進だ。本社の新設部門、グローバル最適化戦略室のメンバーとして君の力を借りたい。世界中の物流ネットワークの最適化を担当してもらう。もちろん、待遇も大幅に改善する。人事部長の声には、普段の冷静さとは違う、わずかな興奮が混じっていた。実は、社長が君の経歴に注目していてね。数学オリンピック優勝者をなぜ地方支店に置いておくんだとな。そんなことを。君の過去の実績を詳しく調べたんだよ。ボストンのチームでやっていた特殊な最適化プロジェクトのことも。あれは業界内でも伝説的な成功例だったらしい。それを主導していたのが君だと知って、社長は色めき立ったよ。俺は思わず苦笑した。左遷された時には見向きもしなかったのに、実績を知ると態度が変わるのか。君を左遷した判断は間違いだった。正直に認めよう。だが今回の緊急対応で、君の真価が証明された。我々にもようやく分かったのさ。俺は黙って聞いていた。来週にでも東京に来てくれないか。社長が直接話をしたいそうだ。社長自ら白井君に会いたいと言っている。これは異例のことだよ。人事部長の声には誇らしさがあった。まるで自分の手柄のように聞こえる。考えておきます。俺はそう答えた。熱心な誘いに普段なら即座に飛びついていただろう。だが、今の俺にはためらいがあった。電話を切ると、応接室に静寂が戻った。窓から差し込む午後の陽光が、テーブルの上に明るい四角形を描いていた。本社への復帰、昇進、社長からの直々の評価。かつての俺なら飛びつくはずの提案だった。だが、今の俺の頭に浮かんだのは、一花の笑顔だった。この小さな視点で彼女と共に成し遂げてきたこと。地域の人々の顔が見える仕事の喜び。机上の理論だけでなく、現場の知恵と融合させることで生まれる新しい価値。応接室のドアが軽くノックされ、一花が顔を覗かせた。帝、どうしたの？急に呼び出されたって聞いたけど。一花の表情には心配の色が浮かんでいた。俺は一瞬迷ったが、正直に話すことにした。本社から復帰の打診があったんだ。一花の表情が一瞬凍りついた。そう、それは素晴らしいじゃない？一花は
ゆっくりと俺の方を向いた。彼女の顔には無理に作った笑顔が浮かんでいた。大きな会社で、あなたの才能を活かせる場所。それは、あなたが望んでいたことよね。私は応援するわ。数学オリンピックの金メダリストが、こんな田舎町の小さな支店に埋もれているなんて、もったいないもの。いちかは唇を引き結んだ。帝、あなたのような人と一緒に働けて、本当に良かったわ。短い間だったけど、ありがとう。じゃあ、私仕事に戻るわね。いちかはくるりときびすを返した。その彼女の腕を思わず掴む。待ってくれ、いちか。俺は、ここで作り上げたいことがまだたくさんある。ローカルと理論を掛け合わせて、新しい物流の形を目指したいんだ。こちらを振り向いたいちかの目が大きく開いた。本社での仕事は確かに大きな規模で理論を追求できる。でも、ここには数式だけでは測れないものがある。地域の人々の顔が見える。自分たちの仕事が直接誰かの暮らしを支えている実感がある。俺はゆっくりと窓の外を指さした。山々に囲まれた小さな町の風景が広がっていた。あの豪雨の日の病院への緊急配送ルートは、俺の数理モデルといちかの地域知識のどちらが欠けても成功しなかった。本社もボストンも確かに魅力的だ。でも、そこにはいちかがいない。俺はいちかを必要としている。いちかはどうだ？いちかの目から涙がこぼれ落ちた。私だって、帝を必要としているわ。あなたに、どこにも行ってほしくない。声を震わせるいちかの手を、俺は優しく握った。いちか、桜支店を日本一の地域密着型物流拠点にしよう。この町のため、そしてここに暮らす人々のために、俺たちで最高の物流サービスを作ろう。俺の言葉に、彼女はそっと涙を拭った。窓から差し込む白日の光の中で、彼女の笑顔はこれまで見たどの瞬間よりも輝いていた。数ヶ月後の秋、桜支店は見違えるように変わっていた。オフィスの壁には大きな地図がかけられ、季節ごとに色分けされた配送ルートが描かれている。そこには、俺の緻密な計算と、いちかの地域知識が詰まっていた。タブレットやパソコンの画面では、俺が開発した物流管理システムが稼働し、リアルタイムで配送状況が更新されていく。帝、先月の燃料効率と時間短縮の数値が出たわ。いちかが嬉しそうに資料を広げた。グラフは明らかな改善を示していた。前年同月比で燃料消費が 21% 減。配送時間は平均で17分短縮されている。このペースなら年間コスト削減額は予想を上回りそうだ。俺はデータを確認しながら答えた。周囲の社員たちも集まってきて、成果に満足げな表情を浮かべている。白井さんの最適化アルゴリズムのおかげですね。馬場さんが率直に言った。彼女は今ではいちかの良き相談相手として営業チームを支えていた。いや、これはいちかの人の視点があってこそだ。数字だけを追求していたらこんな結果にはならなかった。俺が言うと、いちかは少し照れたように笑った。その日の午後、普段なら地方支店を訪れることのない本社の役員たちが視察に来た。スーツ姿の彼らは支店内の活気ある雰囲気に明らかに驚いていた。視察終了後、常務取締役が感心した様子で言った。桜支店の数理モデルと現場知識の融合はまさに我々が目指すべき方向性です。特に地域の人々の生活リズムを組み込んだ配送最適化は画期的ですね。そういった常務は俺に視線を向けた。率直に言って、私は当初、白井くんがここに残るといったことに疑問を持っていました。数学オリンピックの金メダリストを地方に埋もれさせるなんて、と。しかし今、この目で見て分かりました。君を東京に戻そうとした私の判断こそ誤りでした。君はここに残って正解だった。白井くんの数理的才能と、菊池くんの地元への深い理解と行動力。この組み合わせが私たちの会社に新たな価値をもたらしています。常務はそう言って俺の肩を叩いた。ありがとうございます。俺は静かに答えた。かつて左遷と感じた移動が今では自分の才能を最大限に活かせる場所になっていることを実感していた。夕暮れが過ぎ、支店内も静かになった頃、いちかが俺のデスクに近づいてきた。屋上に行かない？
今夜は星が綺麗よ。あ、行こう。俺と一花は支店の屋上に出た。夜空には無数の星が瞬いていた。ボストンでも東京でもこんな星空は見られない。私たちの選択は間違ってなかったわね。一花は夜風に髪を揺らしながら言った。ああ、これからもっと多くのことができる。俺は星空を見上げた。今の俺にはこの地域のために自分の才能を生かしている実感があった。そしてそれはボストンでの日々よりずっと充実していた。帝、これからどんな未来を作っていきたい？一花の問いかけに俺はしばらく考えてから答えた。地域の人々の暮らしを豊かにする物流の形を、データと心が融合したサービスを。素敵な未来ね。ああ、一花と一緒ならきっと実現できる。俺はそっと一花の手を握った。彼女の手のぬくもりが寒い夜風の中で心地よかった。一花が微笑んだ。その笑顔はこの小さな町の未来のように希望に満ちて輝いていた。数式や理論の世界に生きてきた俺は人との距離に悩み続けていた。左遷と感じた地方への移動は最初は挫折のように思えた。だが、一花との出会いが全てを変えた。彼女の現場知識と行動力、俺の数理的思考、一見相反するように見えた二つの強みが互いを補い合って、初めて真の問題解決につながることを知った。人はそれぞれの強みを生かし合うとき、最も輝く。異なる才能が交わるところに、単独では決して生まれなかった解決策が芽生えるのだ。天才と呼ばれても孤独だった俺が、今は星空の下で未来を語れる仲間を得た。それこそが数式では表せない、この街で見つけた最大の宝なのかもしれない。